軽量コンパクトかつアルミニウム削り出しの洗練された風合い。さらに写りも一級品で所有欲を満たしてくれる一本。シグマ I シリーズの 24mmF2。今日はこのレンズの長期使用レビューをしていきます。まずはこのレンズのスペックから紹介していきます。全長は 74mm、最大径は 70mm、重さは 360g となっています。単焦点レンズということもあってコンパクトなサイズ感になっています。金属製なので同じようなスペックのレンズと比べると少し重さがありますが、その分しっかりとした構成を感じられて、触るだけでもクオリティの高さがわかるようです。ズームレンズと比べたら十分軽いので、街中スナップなどでもいいと思います。私の相棒の α7CR につけてみると、少し長くは感じますが、重量バランスとしては釣り合いが取れていて扱いやすく、そこまで重たいとは感じません。鏡頭にはフォーカスリング、絞りリング、AF、MF 切り替えスイッチがついています。金属製ということもあり、操作時の感触はとても良いです。フィルター径はコンパクトな 62mm で、同じ I シリーズの 65mmF2 と同じサイズになっています。なので、この2本を持っていたら、同じフィルターを使い回すことができます。フィルター径が小さいと、フィルター自体の価格も抑えられて、また大きめのものを買っておけば、ステップアップリングを使って使用することもできます。ただ個人的にはコンパクトなレンズにはコンパクトなままでいてほしいので、62mm そのままのフィルターをつけることをお勧めします。I シリーズの特徴としてマグネットで吸着するフロントキャップが付属しています。ただ残念なことに保護フィルターなどを使用している場合、フィルター越しにはマグネットが使えるので注意してください。保護フィルターを常用している私は使えていません。ちなみに K&F から出ているマグネットフィルターのアダプターをつけた状態でも試してみましたが、こちらもダメでした。ここからはスペックシートからわからないことについて話していきます。操作感やオートフォーカスなどです。オートフォーカスは十分速いです。もちろん最新のアートレンズほどは速くはありませんが、遅くて困るなと感じたことはありません。モーターの駆動音も静かです。フォーカスブリージングはまあまああります。円形から近景などへの切り替え時には画面が動いて少し気持ち悪さがあります。次は操作感です。こんなかっこいいレンズを持つとマニュアルでも遊びたくなりますよね。嬉しいことにフォーカスリングの幅がまあまああるのでマニュアル操作もしやすいです。アルミ削り出しの鏡頭の質感を最大限楽しめるマニュアル操作、とっても気持ちよいです。もちろんカメラ側の方で絞りを変えることもできます。ただ絞りリングのロック機構はないので、うっかり F22 に変えてしまわないように注意が必要です。最後に写りについて話します。F2 開放からとてもシャープな絵を出してくれます。四隅の蹴られは多少目立ちますが、絞るにつれていって改善していきます。また 24mm という広角ではありますが、F2 開放で撮ればそれなりにボケます。ポートレートなどでも役に立つのではないでしょうか。ただもちろん 50mm や 85mm といったレンズほどはボケないので、過度な期待は禁物です。一点このレンズで残念なことがありまして、歪みが結構強いです。歪み補正をすると画面端の方が引き伸ばされてしまって少し不自然な絵になります。そういった部分はクロップしてしまえば問題ないんですが、そうすると少し画角が狭くなって見た目上焦点距離が 24mm よりも狭くなってしまいます。最初から APS-C で使うなら問題ないですが、フルサイズで使う場合には気をつけてください。以上が私がこのレンズを長期間使ってみてのレビューです。取り回しのしやすさ、上質な質感、普段使いに適したレンズだと思います。初めての単焦点が欲しい人には強くこのシグマ I シリーズのレンズをお勧めしたいです。